トルクレンチは便利な道具ですが、その使い方で何かと言われることの多い道具です。すべてがそうではないですが、トルクレンチには使い方に制約が多くあります。例えばこれ、以前動画にしましたが、持ち手、握る位置を変えると設定トルクは同じであっても締め付けのトルクは変化をしてしまいます。同じように先端側、差し込み側っすね。こちらに組み合わせる相手によっても締め付けトルクは変化すると言われます。使うにあたって補正が必要な道具もございます。今回は私が疑問に思っていたこと、これやったらダメなのという組み合わせを神奈川の工具屋さんワールドインポート様でトルクチェッカーをお借りしていくつか試してまいりました。トルクチェッカーはこんな機械。トルクレンチを差し込んで回すと実際にかかる力をリアルタイムに教えてくれます。映像は今回使用するトルクレンチの精度を確認しているところです。設定は50ニュートン。このベータのトルクレンチも随分と使っていまして、ラチェットがたまにギア飛ぶようになっていますが、精度はなかなか保っています。試験中はトルク設定一度も変えずに、つまりダイヤルは一度も触らずに最後まで試験を行いました。内容は、エクステアユニバーサルなど便利なお助けアイテムがどの程度トルクレンチに影響を及ぼすのかを確認しています。それでは始めます。一つ目。長いエクステンションは締め付けトルクにどの程度影響を及ぼすのか。トルクレンチは測定器だからなるべく無駄なものを省いた状態で作業しろと若い頃にそんな内容を教わったように覚えています。確かになんとなく良くないであろうイメージはあります。エクステンションがねじれて力が持っていかれそう。使ったのは高健産の 250mm のエクステンション。K は 12.6mm のがっしりしたエクステンションです。結果がこちら。ほとんど低下は見られませんでした。思ったほどは3部のエクステねじれないんですね。高健産のエクステンションが合成が高く優秀である可能性を考え、極端な例としてねじれやすい一つ下のクラス、渋1のエクステにアダプターを入れて同じような試験を試したところ、大きなねじれを感じ、使用感はめちゃくちゃに悪かったのですが、トルクの低下は 5% ほどにとどまりました。使うエクステンションに依存する部分はありそうですが、そこまで気にする必要はなさそう。数字がばらつくわけでもなく、再現性は高いので、組み合わせるエクステンションがどの程度トルク低下を起こすのか把握して使えば良さそうです。250mm 程度のエクステンションのトルクレンチとの組み合わせ、名の通ったメーカーの製品であれば問題にならないと判断をしています。2つ目。エクステンションをたくさんつけたら影響は大きくなるのか。ジョイント部分が多くなった時の影響を調べます。使ったのは高健産の 125mm、スタンダードとジールの2本組み合わせ。同じもの2本がベストでしょうがすみませんなかったです。結果がこちら。エクステンションの場合と同様大きな影響は確認されませんでした。ただ、試験後半にかけ数字が下がっていきましたので何かしら具合が悪かった可能性はあります。私の使い方の問題かもしれません。ただ、このくらいばらついたとしても私は問題には感じませんでしたのでそのまま結果として採用しています。エクステンションは2本接続しても問題なく使えるという判断としています。トルクレンチというのは何とも神聖なもの、精密ゆえにしっかりと扱わなければならないというイメージを持っていましたが、案外パキパキに使ってみても良いアイテムなのかもしれないと感じ始めています。3つ目、トルクアダプターによる影響を調べます。これは一般的に結果は知られており、計算式も有名です。使う角度によって有効長が伸びたり縮んだりしますので、それに合わせて設定を変える必要が出てきます。今回は3つの角度について確認をします。使ったのはワールドインポートさんのトルクレンチアダプター、一般的な2インチ伸びるタイプ。まずはまっすぐ延長して使った場合、理論値では62ニュートンほどの実トルクが出ることになります。結果がこちら。
理論値に対して 1.8% 低くなりました。理由についてははっきりとは分かりません。ただ延長したことにより使いにくさを感じました。遊びが大きいというのかぐにゃぐにゃするというのか、結果としてうまく使えずからの誤差なんすかね。ただ大きな差ではないと考えまして十分使えると判断をしています。続いてトルクアダプターを90度横向きで使った場合、一般的にこの使い方であればトルク補正は不要とされます。結果がこちら。ほとんど影響はなく、言われる通りそのまま使うことができます。ただこの場合も使うのに難しさを感じました。ぐにゃぐにゃした使用感に加え、グリップのどの向きに力をかけるべきかが分かりにくくなります。グリップへの荷重が斜めると数字が狂うとも聞いたことがありますので気をつけたいところですね。続けてトルクアダプター。今度は180度、見た目的には短くなる方向で使った場合を確認しました。結果がこちら。補正値通りの結果となりました。こっち向きは使い心地も悪くないんですよね。合成が高くなったような使用感でした。まあこの向きで使うことはほぼほぼないとは思うんですけどね。トルクアダプターは一般的に言われる補正を行うことで使えると判断をしています。以前は高価な道具でしたが、最近はリーズナブルなものも増えてきました。ソケットアダプターを使える 13mm だけでも持っておくと助かることがあります。トルクレンチの頭が入らず困った経験のある方、一度トルクレンチアダプターぜひ検討されてみてください。4つ目、ユニバーサルジョイントをつけるとどうなるのか影響を調べます。長さは変わりますし、自由に動く連結部分の緩さでトルクは持っていかれそうなイメージ。果たしてどこまで影響を及ぼすのか。結果がこちら。使う角度によってかなり値は変化しました。上、下の幅を見ると結構広いですね。20% ほどの幅となりました。で、再現性といえば良いのか、どうやったらこのような傾向となるというのがいまいち分かりにくく、前後の傾きだけならまだ分かりやすいのですが、それに横方向の倒れが足されますと全くのお手上げ。さらにはその角度の制御もとても難しいです。横方向の倒れを入れないようにするのは至難の業でした。ちょっとこの結果ですと、ユニバーサルはトルクレンチと組み合わせたくはないですね。続きましては、ユニバーサルよりはもう少し扱いの楽そうなウォブルを使った場合を確認します。結果がこちら。変動の幅は小さくなりました。10% ほど。しかし、ユニバーサルと同じくどの角度で使ったらどう変化するというのが分かりにくく、その角度制御も難しいので、ウォブルの場合も望んで使うことはないですね。どうしようもないとき、ほんのわずかに角度をつけて使えるのであれば、まあ、ありかとは思いますが、どうすかね。まあ、やんねえかなという感想でした。さて、今回はトルクレンチに何かを足した場合の影響を確認しました。案外数字は外れないというのが感想っすね。どの程度設定値から外れるかというのは使い方にも依存する部分はあるでしょうし、それをどこまで許容するかは使う環境や考えの違いで変わってくるでしょう。個人的には 10% くらいの変動なら問題ないと考えていますが、まあ正確なのに越したことはないですよね。皆様は締め付けのトルクについてどれくらいまでの外れなら許容しますか？ぜひコメントにて教えてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!